どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、Apple の新学期キャンペーンがついに始まりました。2月から。気がついて始まって、今回Mac とか iPad ですね。いわゆる毎年あるんですけど、学割ですね。いつもこの教職員向けのは安いんですけど、さらにこのギフトカードがもらえるというキャンペーンになってますので、どういった製品がおすすめなのかっていうところを見ていきたいと思います。マジックキーボードも学割、アクセサリー類とかもね、対象になりますし、Apple Pencil とかも確かね、Apple Care Plus も 20% オフになってます。の方法で学生を応援します。専門学校とかも対象ですね。あと教職員の方も対象になります。で、今ですね、対象後ほど詳しく見ますけど、この Unidays っていうものに登録しないと、買えないような仕組みになってます。なのでこれですね、登録してログインするみたいな感じですね。証明書とかをアップロードするとか、そういうのは必要にはなるんですが、おすすめはどれがいいか見ていきます。今回Mac がですね、まずこの M1MacBook Air 13インチが119,800円からで、これ24,000円分のギフトカードついてきます。これやっぱかなりね、おすすめなんじゃないかなと。分割払いもこれ金利手数料無ゼロのがあって、2495円から月額ね、48回払い。4年間ですかね。これはなかなか買いやすいですよね。僕も学生の時とかも、ローンとかして買ってた気がします。確か。高いのね、買ってる人は。買ってた友達とかね。M2 Air も今回安くなってまして、149,800円からで、さらに24,000円分のギフトカード。このギフトカードっていうのは Apple で使えるものになるので、今回は使えないんですけど、この次、例えばキーボードとかマウス買うとか、AirPods 買うとかの資金にしてもいいと思います。そういった感じで使えます。今回15インチもね、これ確か初めて対象なんじゃないでしょうか。24,000円分。少し画面サイズが大きいものになります。はい、179,800円からになります。で、どれがおすすめかっていうと、4年間ね、例えばこれから使うっていうことを考えると、M2 がいいのかなっていう気はします。正直ね。長い目で見る。ただ、M1 でも性能的には十分なので、ここは迷いどころではあるんですが、僕だったらでも M2 選ぶかなと。デザインのね、好みはあるので、全然好みで M1 選んでもいいと思います。そんなに性能的にも変わりませんので、M2 の方が現代っぽい感じはある。15インチは大きい画面を持ち運びたいっていう方はおすすめなんですけど、大学やっぱり持ち運びが多い気がするんで、あんまり僕は向かないんじゃないかなって思ってます。一応ね、プロモデルも対象にはなってますが、基本的にはやっぱりこっちの方が、初心者であればこっちがおすすめかなと。ただやっぱ動画編集とかグラフィックスとかね、そういうのゴリゴリやっていきたいよっていう人は、こっちでもありかなと思います。M3 のモデルが、これ14インチですね。ただ全部ギフトカードの金額は一緒です。24,000円。23万2,800円から。で、48回払いで4,850円になります。性能はね、M2 とでもそんなに変わらないんですけど、こっち本体がプロになってるので、画面が綺麗だったり、スピーカー性能が良かったりかな。それがやっぱり結構違うかなと。ただこの M3 Pro とか M3 Max になってくるとかなりグッと上がるので、ここに投資しといてもいいのかなっていうか、ただ専門学生とかだったらね、2年経ったらもう就職っていうことを考えると、これでもいいのかな。わかんないですけどね。その状況によると思うけど、動画編集とかそういった仕事やるってなったら結構ありなのかなと思います。でも48回払いで6,329円からってなるとすごい安く感じますね。30万から。16インチはこっちでと大きいサイズになるので、性能は一緒ですね。画面が大きくなるというところになります。エアーでいいかなっていう気はするけどね。iMac ですね。据え置きで、これも家で使いたいよって方はいいんじゃないかな。これM3 のモデルかな。Mac mini もね、かなり M2 とか、これが載っております。7万円で、かなりコスパがいいかな。もうこれただ、画面とかキーボードとかはついてないので、自分で買わないといけないです。で、あとね、iPad もね、安くなっております。今回ただ9世代なくて、この10世代だけですかね。iPad10 世代が63,800円からで12,000円。って感じはする。で、あとiPad Air が84,800円からになって19,000円分のギフトカード。プロが116,800円かな。11インチと、こっちと画面が、大きいだけです、正直ね。プロは正直必要ないかなっていう気はします。iPad で済むんであれば、10世代、なんなら9世代っていうね、もう一個安いやつあるんですけど、それでもいいし、Air ぐらいでいいんじゃないかなっていう気はしますね、正直ね。Mac か iPad どっち選ぶかっていうとちょっと難しいんですけど、基本的には Mac がおすすめなのかなと思うが、ただやっぱりノートね取るんだったらやっぱり iPad なのかなって、そこの優位性はあるので、エアーがいいかな。僕だったらエアー買おうかなって思います。そこら辺もどっちがいいかっていうのを見ていきたいと思います。で、どれがいいかところも、対象についてなんですけど、もちろん大学高等専門学校、高専専門学校の学生ですね。学生と、あと上のこの教育機関、ここへの入学の許
可を得て進学が決定。例えば今年行きますよとか、4月から行きますよっていう方。で、小中高大学専門学校の教職員ですね。先生も安くなります。で、これはね、PTA の役員として活動中、もしくは選出され活動が決定した方、保護者もこれはいけるのかな。これなんか微妙なラインなんですけど、大学受験予備校生もおよび教職員ですね。予備校生もなんと一応、ただなんか電話して購入するっていう、少しめんどくさそうなんですけど、一応対象になります。これ僕も勘違いしてたんですけど、父母による代理購入ですね。進学決まった生徒学生の両親も買えるみたいな書き方してたんですけど、代理で買えるっていう。なんで登録は生徒がしといて、支払いだけ例えばお父さんのカードとかなのかなっていう気はしますね。両親が買えるっていうわけではない。ややこしいんですけど、で、一応購入の数量も、年間で、何個までっていうのが決まってます。例えばデスクトップ1年間で1台、Mac mini、年間で1台、ノートブック、MacBook も年間で1台、iPad はなんと2台までいけます。なんか学生の子いたら買ってもらおうかなっていうよくないけどね。あとアクセサリー類も2つまで、キーボードとかペンシルとかもそういうのもあります。転売ですね。これはもちろんやめてください。バレたらとか、今多分ユニデイズがあるんでなかなかないと思いますけど、バレたらなかなかその多分プラス分をね、通常の料金払わされるか、法的措置もやり方によってはあるのかなところはあります。教育機関についてはね、全部書いてあるんですけども、専修学校とか、あとね、職業訓練学校もね、対象になるので、これなんで大人の方もね、対象になりそうですよね。あと予備校とかも。ここら辺もね、意外と書いてあるんだよね、ここに。インターナショナルスクールも一応対象にはなってますね。国とか都道府県がちゃんとね、認可を受けてやってるようなところであれば大丈夫だと思います。大体ここに書いてある。で、期間はね、1日から4月10日までです。4月10日まで。なんで Mac が24,000円かな。Mac mini 以外は24,000円で、MacBook Pro Air、iMac が対象です。で、iPad は全部19,000円で、iPad Pro Air。で、あと10世代が12,000円っていう感じになってます。これなんか初売りの時とこの学生新学期キャンペーンの時しか、これはね、ないんで、非常に活用していいんじゃないかなと思います。すごい迷うのが Mac と iPad ですよ。どっちがいいのかっていうところ難しいんですけども、基本的にはMac の方が迷ったらいいのかなとは思います。ただノートを取るっていう、文系だったら iPad でいいのかなっていう気がするね、正直ね。かなり用途によりますけども、なんでこのね、特設ページみたいなのがあって、学生に Mac って書いてあったわ。これ M2 のモデルかな。バッテリー持ちね、めちゃくちゃいいです、正直。あと iPhone との連携ね。なんで iPhone で、Mac で撮ったやつをもうなんか iPhone にポンって、AirDrop で送れたりします。インテル版と比べると全然違います、本当に。Zoom とかね。で、Excel、Word とかももちろん使えます。iPad と Mac 持ってるのが一番いいけど、なかなか高いよなっていう気はするな。これ難しいんですけどね。友達に AirDrop で送れますみたいなところとか、ノートも Mac で開けますと。これの二刀流が最強な気がするけど、正直な。そうなると全部買わないといけないみたいな感じになってくるんで、Word、Excel、PowerPoint は使えます。もちろん。分割払いも学生でももちろん、これでできます。Windows からの乗り換えもいけるし、なので就職してからのことを考えると、僕が Mac を使っといた方がいいんじゃないかなという気はします。結局iPad でもできるんですけど、ノート取るとか。実際じゃあ仕事をこれから就職してやるっていうことを考えると、大体みんなパソコンになるわけなんですよね。考えると、パソコンに慣れといた方がいいんじゃないかなっていうのは思います。もちろんこれは、仕事、どういった仕事に就くかにもよると思うんですが、とはいえ iPad の利点はね、非常にあると思います。基本的にはやっぱこのノート取れるっていうところだと思います。iPad Pro、iPad 10、今回なんでこの10世代かなと、Air っていうところにはなります。金額的にもあとね、やっぱり安いのはあるので、まず iPad で使ってみて、もうちょっと本格的にやりたいなってなったら、Mac 買うみたいなことでもいいと思うので、10世代でもいいとは思うんですけど、ペンシルがね、1個前のやつしか使えないっていうのと、キーボードがね、ちょっと高いんですよね、正直。これ買うんだったら僕なんか iPad9 世代でもいいかなっていう気はします、正直。画面はちょっと大きいんですけど、ただ iPad3 月に出そうなんですよね、正直。待ってもいいような気はする。が、出るかどうか怪しい。難しい、そこは。今買っといて慣れといてもいいしね。そんな変わらないとは思うんですけどね、正直ね。値段も高くなりそうなので、パッとこの10世代のとAir とかで使いやつかな、こっち。マジックキーボードも結構高いんだよね、今な。4万で、10世代の3万、4万ぐらいするんだよな。これを10世代で買うんだったらもうなんかマジックキーボードを買った方がいい気がするので、このスマートキーボードフォリオはiPad Air とかも使えるし、こういう形で使うか、これね、iPad10 世代しか使えないんで、これが微妙。これが理想ではあるんだけど、これだったら Mac でいいかなっていう気はするので、iPad
とエアーと、キーボード。安いキーボードを買ってもいいと思うんで、Amazon とかで2000円ぐらいであるんで、ペンシルだけ買って、エアーで使うかな、僕だったら。エアーか、スクコのまず iPad。これでいい気がするけど、正直ね。旧世代で。iPad mini はちょっとね、ちっちゃいんでね、メモ帳って感じなんで、ポップな感じが好きだったらこの10世代でもいいと思います。で性能的には正直あんまり変わんないんで、全部タッチ ID だし、ただそうなんだね、これだけライトニングなんだけど、iPhone もライトニングだったら別にいいかなって思います。さらに、お得に買う方法がございまして、この楽天リベーツっていうところを経由すると、ポイントがね、今確か 1% かな。初回登録していただくと、通常500ポイントなんですけど、600ポイントつきます。3000円以上税抜きで買ってもらうと。で、これエントリーしてもらって、リベーツ登録ですかね。登録してエントリーかな。こういう感じで、いろんなストアでもうあるので、アップル以外もあります。例えば、こんな感じでいろいろあるんですけども、ユニクロとかね、GU とか、基本ね、何かしら1個ぐらいは9点とか、ベルーナとか使わねえか、ファーフェックみたいな、このファーフェッチか、とか、ビッグカメラとかもあるね。オンラインで何でもあるので、ストアページ行ってもらって、配信のやつは、対象外になります。今回のやつは全部対象だと思いますけど、iPhone 15 Pro とか iPhone 15とかも対象かな。なんでね、本当に最新のやつは、あれ M3 は対象に入ったのか。でこのまま飛ぶとね、アップルのページに飛ぶので、もうこのままなんでこっち行ってもらえばいいのか。ユニティ最初にもうやっといた方がいいかな。かなり安くなるので、通常よりそもそもの価格が普通に買ってもらえばいいのかなと。本当それだけです。それで1% つくので、15万、1500円、2000ポイントぐらいつくので、それだけで楽天ポイントがで、楽天ペイ使えばですね、コンビニとかで使えるのでめちゃめちゃおすすめ。あとはもしできるんであれば、このアップルギフトカードとかを、これもね、楽天で買うと、普通はもちろんねポイントつかないんですけど、つくんですよ。で自分用に購入みたいなことできて、ただ初回購入は、45日までは1万円までっていう制限があるので申し訳ないんですけど今回買っといてまた買う時に使えるようになるので、46日以上経ってる方であれば1万円以上買えるんで、これで10万とか買うと、僕の場合だと例えば、700ポイントつきます。これただ、自分が使ってるサービスによってかなり変わるので、人によると思うんですけども、僕の場合だと、7000ポイントとか例えばつくので、かなりお得になるかな。これあと普通にメールでコードが飛んできて入れるだけですね。アップルのストアにオンラインで買う時使えますので、これは今回に限らず使えるんでね、ぜひねやってもらえばと思います。なんか AirPods とか買う時とかに便利なんじゃないかなと、そんな感じでございました。 Mac とかについてはね、かなりこの Mac の選び方っていうやつがすごい分かりやすいと思うんで、これは見てもらえばいいのかなと思います。iPad はねないんですが、またやろうかなと思います。Mac のやつとかはある。M3 の選び方みたいなのとかね。 iPad も出そうなんでね、正直ね、セールあったらこういう感じで動画にしてますので、ぜひチャンネル登録してもらうと、通知ベル押してもらうと出ると思うんで、コミュニティ欄でお得なセール情報とか出してるんで、ぜひチェックしてみてください。あとは X と Voicy とかいろいろやってます。TikTok もやってるんで、ぜひチェックしてもらえればと思います。なんでこの動画少しでも役に立ったよと思った方はぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたねー。いやいいね、こんな俺学生の時こんなさ YouTube とかあったけどなかったから、これ羨ましいぜ。Mac 買ったな俺も。エアーと懐かしい。